鈴木さん、すごい偉そうです。時間かかります。継ぐなって言われたんです。継ぐなって言われて。頑張っていきたいと思っております。いらっしゃいませ。切断機でここをこう切ってあげて、でこっちが包丁の柄になる部分ですね。
今89ですよ。今年の8月の2日で誕生きました。満89歳。もう来年で90。でも小学だから中学卒業したすぐやったですね。17ぐらいやったですね。17歳。もうかれこれ72、3年会社ですね。だってまあ一番楽しみが、まあ、息子と孫とするんですけどね。もう息子はもうですね、もう今もう大丈夫、言うところの中です。なんでやっていきます。大丈夫です。そのお孫さんのお孫さんの現状に対して何かどう思いますか？まだまだですな。まだまあ半分でしょうね、経験が。今から今度は何名かやっぱ自分でやってみて、やり損なう。そしてやっていかんとですね。まあそうですね、まあ2人で一生懸命やってもらうと一番望みですね。ここまでやってきたんですから、あとはもう息子と孫が後継いでやっていくまでですね。先祖さんにも申し訳なかったですね。体の続く限りですね、まあ1年2年でもですね、まあ一緒にやっていけば楽しむしですね、生きがいもあるしですね、長生きのしかもしれません。そういうことです。これはこう長く使っていっていただく中でこう修理とかそういう面でも自分で作ったという責任をしっかり持ってるように、まあ、うちで作りましたっていう印でこの福音をこうできます。よいしょ。このラインをこう見たときに、今ボコボコなってるのが、これを削ってはこう見ながら、このラインを見てこう削っていってるんですよ。これはノコクズですね。これで油を吸い取ってあげて。みんな就活する頃、卒業したら家継ぐねんって相談したら、その時初めて継がんでよかって言われたんですけど、それまでこう、継ぐっていうニュアンスはずっと出してたんですよ。幼稚園ぐらいから将来の夢は包丁屋さんとか鍛冶屋さんとか。ずーっとこう節目節目で言ってて、継ぐって言ったら継ぐなって言われたんですけど、継ぐなって言われて。旋盤のダイヤモンド砥石でこう刃先だけを揃えて、
これはワイヤーに、ワイヤーブラシにこういう石の粉をつけて、柔らかい鉄がこうグレーになってるわけです。で鋼だけがこう黒く光ってるわけです。あ、一緒やろうか。いいですか？今60です。9代目です。はい。高卒で入って今42年目。42年をやっぱりそのほらご先祖さんにね申し訳ないもうそれこそバチかぶらんごと後ば継いだというのもやっぱりあるし、親父は師匠としてずっと来とるけんやっぱねもうすごいと思うし、親父に負けたくないと思うし、もうね尊敬するしだけ私もほら息子から尊敬されることある職人にならんばって思うしね。もう理由はさっきも聞いたけど本当こういう鍛冶屋の世界で自分がほらねその、金銭的な面にしろ仕事面にしろいろいろ苦労して、ね、で自分で作ったのをお金に換えんと生活できんしで、そうねって自分が苦労した分ほら息子に苦労するわけもいかんねっていうで親父と相談してじゃあめようかって。結局ほらもう親父がまだ元気なうち親子3代で仕事したいって言った時にもう親父と2人で、断れる理由はなんかよねってことな感じ。その時、息子も嫁さんも、お願いしますって言うたことあった。ここまで入ってたで焼ければ。これこうあ、これはもうかなりなんですが記念日かなんかが。いや何もないです何もないですけどお釣りはいりませんかっこいいとこでしょああお釣りはいりませんそこだけいやマジいらんばいいや違ういや全然大丈夫いいですか？ありがとうございます。すいません。あと用途だけは。もう北の方に足向けて寝れなくなってしまったなんであ、じゃあ嬉しかったのはやっぱ去年のその人吉物産店で買ってで本当使い勝手よくてもう
なんていうんですかね、その家にある包丁の中で一番使いやすかけん予備の包丁と、あと友達にもプレゼントしたいけん名前彫ってって言って3本ぐらい同じ包丁を買っていってくださったんですよ。でも手作りなんで、まあその叩き具合で厚みも若干変わってきますし、そういうところも手作りならではというかですね、こう実物見ながら触ってもらって、でその中で一番自分が気に入ったのを選んでもらうというのがなんか手作りのいいところかなってこう味を継いで思いますね。じいちゃんですか。僕は、89にもなってですね、あえて火の前に立ってずっと毎日出てきてですね、その家族を、腕一本でこう養ってきてくれてですね、で美濃鍛冶屋を支えてきたというのがやっぱすごいなって純粋に思いますね。ですね。で父も高校卒業してすぐ鍛冶屋継いでですね、61なんで自分が切れないのを作ってしまったら、せっかく父とじいちゃんが今まで築き上げたその信頼じゃないですけど信用を崩してしまうんで、自分もそういう風になれるように頑張りたいなと思いますし、そうですね、今まで先祖代々こう守ってきた美濃鍛冶屋を、これから先100年後の未来もですねこう続けていけるように、今から頑張っていきたいと思っております。